ここ数年、STEM 教育という言葉を聞く機会が多くなりました。STEM は、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックスの頭文字から作られた言葉です。科学、技術、工学、数学を統合的に学び、問題解決に役立てられるようにするための教育を指します。私は、この STEM 教育に、プラレールを活用することができると考えています。そして、実際に、STEM 教育の教材になると考えられることを動画で紹介していきたいと思います。以前にプラレールで正三角形や正六角形をベースにしたレイアウトを作るためのレールを紹介しました。また、正五角形や星型をベースにしたレイアウトを作るためのレールも紹介しました。これらのレールを作る上で、どのように数学的に考えて設計を行うかということが、STEM の M に入る話題です。そこで、実際の考え方を解説します。正多角形は、各辺の長さが等しく、また、各頂点の角度が等しい図形です。頂点が4つの場合は正方形と呼びますが、それ以外は、正〇〇角形と呼びます。頂点が3つなら正三角形、5つなら正五角形、6つなら正六角形です。プラレールで正多角形のレイアウトを作る場合、頂点でレールを急に曲げることはできません。そこで頂点を曲線レールに置き換えます。正三角形の場合だと、円を3等分した曲線レールを作ります。そして頂点の部分をその曲線レールに置き換えて、それらの間を直線レールで接続します。円の一周の角度は360度で、それを3等分していますので、必要な曲線レールの角度は360度割る3イコール120度になります。正五角形の場合も同様に考えます。円を5等分した曲線レールを作り、それで頂点を置き換えます。必要な曲線レールの角度は360度割る5イコール72度になります。このように、プラレールで正多角形レイアウトを作るには、中心角が360度割る頂点の数になっている曲線レールがあればいいです。市販されている曲線レールは、中心角が45度です。それ以外の角度の曲線レールは、自分で作ることが必要になります。次に、星型レイアウトを作るには、どのようなレールが必要になるかを考えてみましょう。星型は、正五角形の対角線を元にした形です。鋭角の頂点の角度は36度です。また、鈍角の頂点の角度は108度です。ただ、レールを急に曲げることはできませんので、これらの頂点を曲線レールに置き換えます。ここで、どのような角度の曲線レールが必要になるかを考えます。角度が X 度の頂点 P があるものとします。そして、その頂点を曲線レールに置き換えるものとして考えます。この曲線は、角に内接する円の一部を切り取った円弧になります。円と接線との接点を、それぞれ A、B とします。円の中心から接線に下ろした線は、接線と直角になります。また、円の中心を O とします。この円弧の中心角 AOB の角度を Y 度とすると、それが求める角度になります。点 P、A、O、B からなる図形は四角形です。四角形の内角の和は360度です。したがって、x プラス90プラス90プラス y イコール360の関係が成り立ちます。この式を変形して、求めたい角度 y は、y イコール180マイナス x となります。星型レイアウトに戻って、必要なレールの角度を求めてみましょう。鋭角の頂点の角度は36度です。先ほどの結果から、この頂点を曲線レールに置き換えるには、180-36イコール144度のレールが必要です。また、鈍角の頂点の角度は108度です。この頂点を曲線レールに置き換えるには、180-108イコール72度のレールが必要です。これらの角度を実現できるようなレールを作れば、
星型レイアウトを作ることができます。正多角形レイアウトを作る場合、頂点でレールを交差させ、その先を曲線レールで接続して、頂点で列車が回転する形にすることも考えられます。このようなレイアウトにする場合、曲線レールの角度は何度にすればいいでしょうか。このことも考えてみましょう。正多角形の頂点の先まで、レールを延長します。そして、延長した2つの終点を通るように、円弧を接続します。この円弧は、レールの延長線と接する円の一部になっています。正多角形の頂点を P とし、その角を X とします。また、円の中心を O とし、円弧の中心角を Y とします。この時に、この円弧の中心角 Y を何度にすればいいかを考えます。それが求めたい答えになります。円弧の両端の点を、それぞれ A、B とします。O は、円弧の中心で、円弧は直線レールに接していますので、O から A、B に引いた線は、直線レールと垂直になります。角 APB は、その向かい側の角の対頂角なので、X と同じ角度になります。点 P、A、O、B からなる図形は四角形なので、内角の和は360度です。したがって、角 AOB プラス90プラス90プラス X イコール360の関係が成り立ちます。これを変形すると、角 AOB イコール180マイナス X となります。また、角 AOB と角 Y を足すと一周していますので、角 AOB プラス角 Y イコール360の関係が成り立ちます。この式に、先ほど求めた角AOB イコール180マイナス X の式を代入して整理すると、Y イコール180プラス X となります。つまり、中心角が180度プラス X 度の曲線レールがあれば良いことになります。次に、中心角が180度プラス X 度の曲線レールを作る方法を考えます。180度の円弧は、市販の曲線レール4本で作ることができます。したがって、残りの X 度に対応するレールを作れば、頂点で回転するレイアウトを実現することができます。正多角形の内角の合計は、180度×頂点の数マイナス2閉じるで求められます。例えば、正五角形の場合、内角の合計は、180度×5マイナス2閉じるイコール540度です。また、頂点一つの角度は、180度頂点の数マイナス2閉じる割る頂点の数で求められます。例えば、正五角形の場合、頂点一つの角度は、180度×5マイナス2閉じる割る5イコール108度です。正三角形から正八角形までの頂点の角度を表にまとめました。正多角形レイアウトを作りたい場合、これらの角度の曲線レールを作ればいいです。ここまでの話で、曲線レールの角度を何度にすればいいかを求めることができます。ただ、角度が大きい曲線レールは、他の用途に使い回すことが難しいです。また、収納しにくいという問題もあります。さらに、3D プリンターで出力しづらいという問題もあります。そこで、角度の大きな曲線レールは、何本かに分割して、扱いやすく、また作りやすくします。例えば、正五角形や星型のレイアウトの場合で考えてみます。単純な正五角形のレイアウトでは、中心角が72度の曲線レールが必要です。星型レイアウトでは、中心角が72度と144度の曲線レールが必要です。また、頂点で回転する正五角形のレイアウトでは、中心角が108度のレールが必要です。72度、108度、144度のすべての角度に対応するためには、同じレールを複数本接続したときに、72度、108度、144度になるような角度のレールを作ればいいです。つまり、これら3つの数の公約数の角度のレールを作るといいです。
これら3つの数の最大公約数は36です。市販の曲線レールが45度であることから考えると、36度なら、収納には大きな問題はないと言えます。また、3D プリンターで出力するのにも適した角度です。そこで、中心角が36度のレールを作ればいいです。今回の動画では、プラレールで正三角形などのレイアウトを作る際に、どのようなレールを作ればいいかを解説しました。前半の正多角形レイアウトの話は、小学校の算数のレベルです。また、後半の話は、中学校の数学のレベルです。算数、数学を少し応用すれば、現実のちょっとした課題を解決するのに役立つということが、今回の動画でお分かりいただけたのではないでしょうか。また、STEM 教育の目指す方向性とも合っていると言えるのではないでしょうか。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。